どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。実は Twitter、Instagram、TikTok と活動の幅を広げております。概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。というわけで、今回なんですけれども、東宝が誇るゴジラシリーズ最新作のゴジラ -1 の予告編が公開されたので、ちょっと話をしていこうと思います。アルキメデスの対戦、永遠のゼロなどの山崎隆監督によって制作されているゴジラ -1 は、これまでのゴジラシリーズとは繋がらないスタンドアローン作品であり、1954年に公開された初代ゴジラよりもさらに以前の1945年頃から1947年頃が時代設定とされていて、ゴジラシリーズでは初の初代ゴジラより以前に起こった出来事を描く作品として大きな話題になっているんですよね。特報映像の中では、尻尾によって破壊される街の荒廃に巻き込まれる人々、廃墟と化した街、巨大なゴジラの足から逃げる群衆、ゴジラによって弾き飛ばされたと思われる電車の車両、屋上で写真を撮影する記者たちがビルの崩落に巻き込まれる、おそらく電車に噛みつこうとしているゴジラなど、多くの印象的な場面を映し出してくれていたんですが、まだ物語の全容はつかめていなかったんですよね。全く情報が公開されてきていなかったゴジラ -1 ですが、先日大きな動きがあり、ゴジラ -1 の X の公式アカウントが9月4日の14時45分に YouTube にて最新予告編を公開すると発表したんですよね。その発表に合わせて添付されていた予告編のティーザーと思われる映像には、ゴジラと米海軍が戦闘していたことを匂わせる海図の情報や、日本の首相宛てにアメリカの諜報機関が、我が国の諜報機関は現在同盟国の部隊と連携を強めている。日本列島の南方から高速で向かってくる巨大な水生生物の存在を確認したからだという文章を発信していることを示す情報が盛り込まれており、南方の海からゴジラは出現してやってくるということを示唆するがごとく、背びれを上下させながら海中を泳いでいるゴジラの姿を映すなど、とても印象的な場面が登場しており、かなり期待できる内容になっていました。そして、とうとう予告編が公開されまして、それがとんでもないクオリティになっていましたね。短いながらも情報量が濃密で考察しがいのあるものになっていました。前回の動画では浜辺美波さんが演じる大石典子がなぜゴジラという存在を知っているのかという部分と、予告編でとても印象的なシーンとして強調されていた原爆を連想させる大爆発のシーンに関しての考察をお話ししたんですが、今回は予告編のその後の部分の考察や解説をしていこうと思います。まずは海中を進むゴジラと吉岡秀隆さんの演じる野田健二という科学者が被害状況を説明していると思われるシーンに関してですね。駆逐艦の下の海中を進むゴジラのシーンには見覚えがある方は多くいると思います。そう、2014年に公開されたギャレス・エドワーズ監督の手掛けたハリウッド版ゴジラに登場した渡辺謙演じる芹沢一郎博士が登場していた空母の下をゴジラがくぐり抜けるというシーンに酷似しているんですよね。他にも予告編の序盤に登場した人間を無慈悲に踏み潰すシーンに関しては、1998年に公開されたローランド・エメリヒ監督の手掛けたハリウッドで一番最初に実写化されたゴジラのワンシーンを連想させるものでもあり、今作はハリウッド版ゴジラへのオマージュも捧げられている面もあるのではないかと思います。今作は AMC、リーガルなどの北米の大手映画館チェーンでの上映が決定しており、1000館から2000館規模での公開が想定されていることもあり、かなりハリウッドを意識している作品になっているんではないでしょうか。ゴジラ -1 は北米での関心もかなり高いので、相当気合の入ったこれまでのゴジラシリーズでは考えられない描写が登場すると思われますね。次に吉岡秀隆さん演じる野田健二が被害状況を説明しているシーンなんですが、このシーンはかなり意味深なんですよね。まず NPPSO、アメリカ合衆国旧陸軍省のマイクロフィルム書類の表紙と思われるものが映し出された後に画面が切り替わり会議のシーンになり、画面上左側には被害状況の詳細が記載されていまして、主に甚大な被害を受けたのは日比谷、銀座、霞が関一帯とのことが明らかにされた後に、その被害状況を知らせるボードの横には相模湾の震度図面がスクリーンに投影されているんですよね。このシーンはかなり重要な場面だと個人的には思っています。まずこの被害状況に関してですが、
その被害状況の部分だけでは、ゴジラは東京の千代田区、中央区、港区周辺で破壊活動を行ったことがわかるんですが、その後の動きというものが全く見当がつかない感じですよね。そこでヒントになるのが相模湾の深度図面だと思うんですよ。おそらくこのシーンではゴジラが東京を襲撃した後に相模湾に向かってそこに潜伏していることを示唆しているんではないでしょうか。予告編の公開に先立って発表されたティーザー映像では、ゴジラは南方諸島方面から日本列島に向かっているとされていたんですが、東京を破壊した後になぜゴジラは自身が生息もしくは潜伏していたと思われる南方諸島方面に向かわずに相模湾に潜伏することを選択したんでしょうか。これがゴジラが日本を目指し東京を襲撃した理由につながってくるのではないでしょうか。相模湾には特殊な海底面である相模トラフがあり、潜伏するにはいい場所なんですが、もしかしたらそこがゴジラ -1 の最終決戦の場所なのかもしれませんね。1954年に公開された初代では、芹沢博士の開発したオキシジェンデストロイヤーにより、潜伏していた東京湾でゴジラは絶命するんですよね。初代ゴジラで登場していたオキシジェンデストロイヤーのような超兵器が登場するような雰囲気ではないゴジラ -1 では、相模湾で大規模な軍事作戦などが行われるのかもしれないですね。予告編で山田裕貴さんが演じる副員兵の水島四郎が、なんで俺たちこんなところに呼ばれたんですかと会場で言っているような場面も存在しているので、副員兵たちが急遽集められてゴジラに戦いを挑むというような展開は想像できますよね。横須賀にゴジラが上陸するという話もあるので、少なくとも相模湾が今回のゴジラ -1 の中で重要な場所になるのは間違いないと思います。次に海面の艦艇を青い光が貫いた後に大爆発を巻き起こすシーンなんですが、これはもう皆さんお分かりですよね。そう、放射熱線ですよ。今回のゴジラはやはり青い放射熱線を使用してくれるようで安心しました。シン・ゴジラでは紫のビーム状の熱線を発射していて、あれはあれですごい好きなんですけど、ゴジラらしい放射熱線ではなかったので悲しい部分ではあったんですよね。それが今回は艦艇を一撃で吹き飛ばして大爆発させる威力の熱線が登場するようなので非常に楽しみですね。しかし今作のゴジラの放射熱線が青色ということは、やはり今回のゴジラの誕生要因は核兵器が絡んでいるんではないでしょうか。核反応現象であるチェレンコフ放射の色から着想を得たあの青色の熱線を登場させるということは、やはり核がゴジラ誕生の要因としていることの匂わせなのではと個人的には思います。しかしながらとんでもない威力の熱線に見えますよね。あんなものが東京のど真ん中で使用されたらひとたまりもないです。今回のゴジラは人間に敵意がむき出しであり、一切容赦がないので、人間に向かって直接発射したりしそうで、なかなか怖いですね。もしそれがあったらかなりのトラウマシーンになるかと思います。建物を粉々にして人間を吹き飛ばすような原爆を思わせる大爆発シーンや、人間が踏み潰されるシーンなど、ショッキングなシーンが続きそうなゴジラ -1 ですが、個人的には相当期待しています。まだ予告編では気になるところがいくつもあるんですが、それはまた別の動画でお話ししますね。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。